たくさんのもみじが美しく色づいています。こんばんは。私はまゆです。今は有名な日本庭園にいます。ここは島根県にある湯志園です。日本庭園はいつ訪れても良いものですが、大抵は昼間に行きますよね。日本人は特にクリスマスの時期になるとイルミネーションを楽しみます。こちらの壁は日本の伝統傘である番傘で飾られています。もし日本庭園を訪れる機会があるなら、ぜひここに来てみてください。そして冬にこちらを訪れるなら、近くのイルミネーションも一緒に楽しんでみると良いかもしれません。ついてきてください。ここは普通の日本庭園とは違った感じがしますね。ここは竹林のように見えますが、キラキラしたライトでできています。すごいですね。あそこからもう一つの世界へ行けるようですね。すべてが黄金に輝いています。頭がクラクラして迷ってしまいそうです。頭上は金色で埋め尽くされていますが、地面には刈り時のお米が植えてあります。伝統的なものがこのようなロマンチックな場所に飾ってあることで、おとぎ話の中を歩いているような気分になれます。ここは京都の伏見稲荷を歩いているような気分になれます。こちらはおそらく鎌倉です。日本のイグルーのようなものです。これはハスの花で、多くの地域で特別な意味を持っています。ハスの花は純粋さと新しい生命の始まりを表しているので、この時期にぴったりの花ですね。ここは街の明かりが一つもない夜空のようですね。宇宙へ飛びたいような気持ちにさせてくれます。ここまで見た限り、日本のクリスマスは西洋のものとは違うことがわかります。幻想的な空間をイメージさせ、カップルに向けたロマンチックなものがほとんどです。鬼滅の刃を思い出させる藤の花が辺り一帯に広がっています。この花は鬼よけの効果があるとされています。こちらも日本の古い映画やアニメで見られる伝統的なものです。花札と呼ばれる昔楽しまれていたカードゲームです。このカードには12月を意味する桐の花と鳳凰が書かれています。それぞれのカードに書かれている動物や花には全て意味があり、その多くは月を表しています。これは本物の木ではなく作り物ですが、この下から照らされている銀色のライトと上に吊るされている紫のライトがとても気に入りました。インスタ映えしそうです。日本語ではインスタ映えといって、人の目を引くようなおしゃれな写真が撮れそうなもの、場所のことを表します。こちらはもちろん誰もが知っている富士山ですね。富士山は日本で最も多く使われているテーマの一つですが、いつ見ても素敵だと思います。飽きる気配が全くありません。ほとんどの人にとって文化的な芸術作品の意味を理解することは難しいのではないのでしょうか。しかし勉強すればするほど理解が深まりますよ。では一緒に学んでいきましょう。 Merry Christmas, everyone. I hope you were able to see some beautiful illuminations. We are going to keep exploring some interesting places to show you. So don't forget to subscribe, and if you think it's interesting, please push the like button. 今日の最初の漢字はこのように書きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
11、画数は11画です。送り仮名のいをつけると強いと読みます。In English, 強い means strong。音読みは今日です。例を挙げると、勉強、教科、強盗。例文は、この窓は強化ガラスでできているから強盗が割ろうとしても割れないよ。次の漢字は1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。画数は10画です。送り仮名のいをつけると弱いと読みます。In English, 弱い means weak。音読みは弱です。例を挙げると、弱点、弱虫。例文は、私の弱点は暑さに弱いところです。すぐ汗をかいてしまいます。次の漢字は、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。13画です。送り仮名の C をつけると新しいと読みます。In English, 新しい means new。音読みは新です。例を挙げると、新聞、更新。例文は、1年間朝日新聞で働いてみてどうですか？とても良いと感じたので契約を更新しようと思っています。次の漢字は1、2、3、4、5。画数は5画です。送り仮名のいをつけると古いと読みます。In English, 古い means old。音読みはこです。例を挙げると、古典、古代、考古学。例文は、私の叔父は考古学者なので、毎年古代文明を学びに世界中を旅しています。理想的な仕事ですね。今日の最後の漢字は、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。画数は11画です。送り仮名のいをつけると細いと読みます。In English, 細い means thin。音読みは細です。例を挙げると、細胞、細菌。例文は、今日はこの顕微鏡を使います。光合成について学習するために植物細胞を見てみましょう。もう1年が終わるなんて信じられません。今年はとても早く過ぎ去り、たくさん楽しいことがありました。しかし、来年もまた新たに学ぶことがたくさん待っていると思うので、とても楽しみです。私たちは日本のいろいろな場所をあなたにお見せできたらと思っています。ではまた来年お会いしましょう。バイバイ。